どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した30センチキューブ気候石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れたって方は概要欄の再生リストから見てやってください。お気に入り水槽の一つであるこの水槽、前回は結構気になるところで終了していたので、2ヶ月ぶりに状況をお伝えしていきます。果たしてどうなっているのでしょうか？というわけで、いつものさらっとおさらいから。なかなか水草が好調なこの水槽。好調すぎてトリミングを怠った結果、水草が荒ぶりまくり、最終的にカットの時期が遅かったため、ダメになってしまったものがいくつかありました。そこから最後に苔まみれになった水槽の状態を映したところで終わっています。いつものトリミング先延ばし癖のせいで、中継層に植栽していたキューバパールグラスとベトナムゴマのハグサ、丸穴の夕焼けがダメになってしまいました。そこから苔が増殖してしまい、現在に至ります。いきなり登場してきたように思えるこの糸状苔、実は結構前から登場しています。それがこちら。前傾層に植栽していたコブラグラスから発生していました。このコブラグラス、あまりにも成長が遅すぎるため、苔に勢力を拡大されて弱ってたんですよね。ご覧の通り、ちょっと黄色っぽくなっているところが全体的に苔がついているところです。ここから大幅トリミングによる水草の栄養吸収能力低下と、ダメになった水草3種類分の戦力低下によって2週間程度であっという間に広がったという感じ。こういう類の苔って取るのは簡単なんですけど、復活スピードが半端ないんですよね。水替えの時にある程度吸い取れば、その時は気にならないレベルになるんですが、水草にくっついている部分までは取りきれずに、翌日には増殖してるという。正直、黒ひげやサンゴゴケのような難しさほどではないにしろ、うっとしいことには変わりありません。こういった苔はだいたい水槽内のバランスが保たれてくると自然と縮小していくイメージ。そういう意味で自分は具体的な対応策は知らないです。というわけで、先ほどの映像から12日後がこちら。先ほどに比べるとだいぶマシですが、それでも汚いですね。コブラグラスの部分はまだ先ほどの成長具合ではありませんが、伸びきったロタラワリッキーについたものと、水流に乗ったのか左奥にもこんもりした塊がついています。正直、前傾層にコブラグラスを採用したのは失敗でしたね。成長が遅いからメンテナンスの頻度は下がりますが、ここまで調子を崩してしまうと手の施しようがありません。かといって引っこ抜いてしまうと、今までの育成が水の泡になってしまうので踏み切れずにいます。これが成長の早い前傾層であれば、リスタートを図るために躊躇なく全部引っこ抜けるんですけどね。そして相変わらず右奥の後傾層が荒ぶってます。これだけ水面に近いと秒で伸びきっちゃいますね。こんなに水面で広がってたら影になってる水草が枯れてしまうのも納得です。そして水位が低くなりすぎてサーフェイススキマーが機能していません。そんな悲惨な状態から水替えを行った後がこちら。だいぶ小綺麗になりましたね。こんな感じで水替えを行った後に苔ごと吸い取ることで一時的に綺麗になるんです。水位が戻って隙間が機能するおかげで油膜も取れてるから余計に見違えたように見えますね。ただこれだけ綺麗にしても数日後には苔が復活してくるんでうざいです。ちなみに先ほどから苔が絡みつき荒ぶっていたロタラワリッキーは結局引っこ抜いたようです。綺麗なロタラハラが見えなくなってたし、いい判断だったと思います。これで中継の道部分に植栽していた水草はすべて消えました。だいぶ悲しいことになりましたが、幸いなことに正面からだと見えないのが良かったです。上から見ると中央横一線に水草が消えてますね。
そういえばニードルリーフルドビジアも植栽していたはずですが、どこに行ったんでしょう。もう忘れてしまいました。そこから1週間後の映像がこちら。意外とマシになってきてるような気がします。おそらく苔まみれのロタラワリッキーが消えたからパッと見の印象が変わってるんだと思います。実質上半分はロタラ SP 腹のみなので苔もそこまでひどくありません。それとは対照的にやはり下半分は苔まみれです。特にヒドロコティレミニとコブラグラスは葉が細かいのもあってつきまくりです。水替えのたびにきれいにしているのにこれだとやる気もなくなってしまいますね。それはそれとしてまたロタラ SP 腹が水面に到達しているためトリミングを行っていきます。本当この水槽はトリミング頻度が高いです。ただこうやって見るとこの水槽の腹の発色は見事ですね。めちゃくちゃ真っ赤に染まってるからとても綺麗で状態がいいように思います。ちなみに使ってる照明はウィークアクアの L600 です。トリミング後はこんな感じで結構バッサリいきました。微妙にカットしてもどうせまたすぐに伸びてきますからね。というわけでトリミングした株を整えた状態がこちら。どこからか違う水草もカットしていたようで種類が増えています。これらを使ってこの横一列になくなってしまった道部分を補修していきます。そんな感じで植栽後の状態がこちら。まず手前側は先ほどトリミングしたロタラ SP 腹の頭頂部を差し戻ししました。だいぶ後ろの方と高低差がありますが、差し戻し株の方が伸びるスピードが速いので後々追いつくと思います。その隣にはニードルリーフルドビジアを植栽。前回までは一番右側に植栽していましたが、腹の茂みを邪魔しないように左にスライド。ニードルリーフルドビジアは赤系だけどうるさくないのでつなぎの感じでいいですね。そして中央から左はベトナムゴマのハグサを植栽。ベトナムゴマのハグサはほふくする性質が強いので中継の道部分を邪魔しないと思います。そこから11日後の状態がこちら。やっぱり小汚い感じが拭えませんね。どうしてもコブラグラスにまとわりつく苔が消えません。全体的に色味も悪く見えますし、なんか輪郭もぼやっとしてしまって嫌ですね。ただヒドロコティレミにはなんか気泡つけまくってていい感じです。中堅に植栽した水草はこんな感じで、ベトナムゴマのハグサはいい感じに成長しています。ニードルリーフルドビジアも順調で、ロタラ SP 腹に至っては完全に後継のトリミング株を抜いてしまいました。やはり頭頂部が残っている株は強いですね。そんな感じで改革が進んでいるこの水槽なんですが、やはり気になるのは苔。毎回水替えの時にきれいにしてもすぐついてしまう苔にうんざりしたため、今回は強行手段で対策していこうと思います。それがこちら。段ボールで遮光作戦。こちらの作戦は至ってシンプル。苔が消えるまで遮光しちゃおうという魂胆です。使用したのはチャームのエコ梱包。今流行りの SDGs に配慮しつつ、アクアリウム歴3年目の腕が光る芸術的な遮光術となっております。正直ここまでガチガチにやってしまうと生態への餌やりも大変ですし、もっと丁寧にやった方がいいと思います。ちなみに遮光期間は確か1週間くらいだったと思います。というわけで遮光後の水槽内の状態がこちら。さぞ綺麗になっているものだろうと思っていたんですが、あんまり変わってないように見えますね。生態が元気なのはとてもいいことなんですが、もっと効果があるものと思っていたので残念です。自分は基本的に苔駆除の際は遮光をがっつりしないタイプで、したとしてもライトをつけないようにするくらいなんですよね。ただ今回はしっかりと苔を駆逐したいという思いから実施したんですが、思ったほどの成果が出なくて落胆。まあだいぶマシにはなったと思うので、これからの変化に期待したいところ。近くから見るとこんな感じ。コブラグラスは相変わらず状態が悪いですね。
こうやって見るとがっつり水草にはついていますが、それ以上は勢力を拡大していないようです。ストロギネレペンスはずっと光がなかったことによって葉が折りたたまれてます。こういうのを見ると水草もしっかり生きてるんだなと感じますね。ヒドロコティレミニは光を追い求めて上に登ってきているように感じます。ベトナムゴマノハグサは頭頂部が少し白くなってて心配ですが、まあ大丈夫でしょう。ロタラ SP ハラは今までの赤みが若干薄れて淡い赤色になってますね。水草自体にダメージがある感じではありませんが、またしっかりとした赤色にするためには少し時間を要しそうです。こんな感じで完全遮光は水草にも影響があるため、実施する期間を見極めるのが難しいんですよね。水草によって必要な光量が違うので、代謝が早い水草だと結構ダメージを受けることがありますし、極端な話、陰性水草だったりすると数週間遮光してても問題ないこともあります。ここら辺は毎回遮光している器具を開けて中身を見ていった方が良さそうです。自分はめんどくさがりなんで積極的に遮光をすることはあまりありませんが、皆さんがやる場合はそこら辺も気をつけておきましょう。というわけでいかがだったでしょうか。遮光を1週間続けたにもかかわらずしぶとく残っているこの苔。オキシドールとかぶっかければ消えてくれそうな気もしますが、水草までダメになりそうで怖いですね。小型生態もいるので、できるだけ薬剤は使用せずどうにかしていきたいと思います。そんな感じで今後のこの水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで Twitter で Instagram でいろんな人のツイートを見ていただいてありがとうございました。